こんにちは、こんばんは。エマの日本語ポッドキャストへようこそ。皆さん今日もいかがお過ごしですか？最近とても暑くなってきましたね。私が住んでいる奈良県でもすっかり夏になってしまって、もう毎日30何度ですね。30度を超えています。でも実はこの週末にかけて台風が来ていて、実は日本ではすごく大きな被害が出ています。私が住んでいる奈良県でも結構ね、大変なことになってしまって、川が氾濫してる。川が溢れてしまって、その水がもうね、家の中に入ってきてしまってる状況なんですね。私の家は奇跡的に被害は受けてないんですけど、でも本当に私が住んでるところから歩いて10分ぐらいのところに行くと、もうね、道が全部水なんですね。雨の水というか、川の水というか、どこからか溢れてきたもので、大変なことになってます。なので、そんな感じで、最近はちょっと外に出るのが難しいんですね。で、私はもともと外に出ないので、あんまり、私的には別に毎日変わらず過ごしてたんですけど、でもそうは言っても、ちょっと買い物に行きたいなとか、ちょっと遊びに行きたいなとか思っても行けない状況でした。で、そしたら、皆さん、やっぱり家にずっといるってなると暇ですよね。私もすごく暇でした。何か編み物をしたり、ゲームをしたり、勉強したり、そんな風にとにかく何かしようと思ってたんですけど、やっぱりそうは言っても時間がたくさんあるので、余っちゃったんですね、時間が。何をすればいいのかわからないっていうことになったので、最近は夏の映画をたくさん見ています。夏になったら見たくなる映画とか、夏が舞台の映画とか、そういうのをたくさん見てたんですね。なので今日は皆さんにもそれをご紹介したいなと思って、こうやってポッドキャストを撮ってます。で、皆さんの国では全然台風とかもなくて、普通に外に遊びに行けるかもしれないんですけど、もし家の中で何をしようか迷ってる人、次に何の映画見ようか迷ってる人がいたら、私の今日の動画を参考に夏を楽しんでいってもらえたらいいなと思います。ではまず一つ目から話していきますね。一つ目の映画は君の名前で僕を呼んで Call Me by Your Name っていうタイトルの映画です。これは私が大好きなティモシー・シャラメさんが主演を務めている映画なんですけど、これはすごく切ない恋愛のお話です。これは1983年の北イタリアが舞台の映画なんですけど、同性愛を描いたお話です。17歳のエリオとアメリカからその夏だけイタリアに来ているオリバー、24歳のオリバーが出会います。この二人の恋愛を描いたものなんですけど、何か大きな展開があるっていうよりは、二人の心の感情の変化とか、そういうのを繊細に細かく描いてる作品なので、結構雰囲気はゆったりしたお話なんですね。なので評価は賛否両論で、いいっていう人もいればあんまり面白くなかった。何を伝えたいのかあんまりわからなかったっていう声もある映画なんですけど、私としてはすごく好きでした。私は映画だけで全部わかるようなものよりは、ちゃんと自分の心の中で考えて自分なりの解釈をしながら見る。自分の考えと一緒に見れるような作品が好きなので、そういう人には向いてるかなって思います。で、この映画はもちろんお話もすごく素敵なんですけど、何よりも映像がめっちゃ綺麗なんですね。イタリアの美しさをそのまま映画にしたような作品で、
で、これは1983年を舞台にした映画っていうのもあって、懐かしさを感じるシーンがたくさんあるんですね。例えば、古い家とか自転車で動き回る少年の姿とか、そういう、日常の中に懐かしいなって思えるようなものがたくさん散らばってるような映画で、私は見てるだけでなんだか昔の夏休みに戻ったような気分になれるので、すごく好きでした。で、お話としてはすごく切ない恋愛のお話なんですけど、でも、なんか夏っぽい映画を見たいなって思っている人にもぜひ見てみてほしいなと思います。これが一つ目のおすすめの映画です。で、二つ目の映画はファミリーゲーム。英語のタイトルは The Parent Trapっていう映画です。これはディズニーの会社が作ったものなんですけど、本当にディズニーらしさがある映画というか、すごく可愛い、ほっこりするお話です。これは生まれてすぐ離れ離れになってしまった双子のカリフォルニアに住むハリーと、ロンドンに住むアニーがサマーキャンプで偶然再会するお話です。で、この二人は最初はすごく仲が悪かったんですね。お互いもちろん自分たちが双子だっていうのは知らなくて、ただ顔が似てる人。で、しかもあんまり仲も良くない、うまくいってなかったんだけど、二人で喧嘩したり、何か意地悪し合ったりしてる途中に、だんだん仲良くなっていくんですね。で、二人きりになった瞬間に、いろいろ話していて、お互い共通点を見つけ始めるんですね。で、それでもしかして私たちって双子なんじゃないかっていうところから物語が始まるんですけど、これはね、本当に可愛いお話で、コメディもあるから面白いっていうのはもちろんなんですけど、感動するシーンもあったり、すごくほっこりするお話なので、ぜひね、家族と一緒に見てみてほしいなって思います。何よりもすごいなって思ったのが、この主役の女の子なんですけど、一人二役演じてるんですね。一人二役っていうのは、一人でハリーとアニーの役を演じているっていうことです。その俳優さん自体は一人しかいない。役は二つある。みたいな感じですね。なので、この女の子の演技力もすごいなって思ったし、しかも本当にこの子が可愛くて、大人になってからも活躍している女優さんなんですけど、もう本当に可愛いので、ぜひぜひ見てみてください。もう見てるだけで癒されるような作品です。で、三つ目の作品は13 Love 30です。英語のタイトルは13 Going on 30っていう映画。ほとんど同じですね、タイトルは。で、これは私が大好きな女優さん、ジェニファー・ガーナーさんが主演の映画なんですけど、これはラブコメですね。ロマンスとコメディがセットになったようなお話なんですけど、これはね、もう本当に大好き、素晴らしい作品なんですね。で、小さい頃に皆さん早く大人になりたいなって思ったことありませんか？早く大人になって自由になりたい。私は思ったことがあります。で、この主人公の13歳の女の子も早く大人になりたいっていう風に夢を見てたんですね。夢見てた。願ってたんです。早く大人になりたい。で、そしたら本当になっちゃったんです。30歳になっちゃったんですね。13歳の女の子が30歳になっちゃったファンタジーのラブコメです。で、この映画は本当に見ているだけで可愛いなって思うシーンもあるし、結構明るい感じのお話ではあるんですけど、でも明るいだけじゃなくて考えさせられることがすごく多いんですね。人生における大切なこととか、本当に自分が大切にすべき人、
自分のことを思ってくれている人とか、自分のことを大切にしてくれている人、そういう人たちを自分も大切にしようって思えるような作品です。今の時代って特に SNS とかで、キラキラした生活に憧れてしまって、自分の生活の本当に大切なもの、自分を幸せにしてくれるものとか、幸せにしてくれる人、そういうのに気づきにくいんですね。私も最近 SNS を控えるようになってから、もっと自分自身の生活が充実したけど、毎日 SNS を使ってた時は、私もこういう人になりたいとか、なんでこの人の生活はキラキラしてるのに、私の生活はキラキラしてないんだろうって思ってたんですね。でもこの映画を見ると周りに流されたりするんじゃなくて、本当に自分のことを大切にしてくれているもの、人は何なのか、そういうのをしっかり考えることができるので、すごくおすすめの映画です。ただのファンタジーラブコメディではなくて、本当にすごく深いお話です。そしてこの映画に出てくるマットっていうキャラクターが本当に誠実で魅力的で、もうね、これが原因でこの俳優さんに惚れました。本当にすごく素敵な人なので、絶対に皆さんも好きになると思います。これが3つ目の作品です。で、次、4つ目。4つ目の映画は、キングス・オブ・サマーです。これも私がすごく好きな作品で、これはね、数年前に見たものなんですけど、本当にザ・夏というか、ザ・青春みたいな物語ですね。で、これは、主人公のジョー、高校生知らなかった。中学生ぐらいかなって思ってました。で、高校生のジョーと親友のパトリックが親への不満から家出を計画するお話なんですね。で、計画するだけじゃなくて本当にやり遂げるんです。1ヶ月ぐらいだったかな。夏に家出するんですね。秘密基地を作って。で、この2人だけのお話ではなくて、もう一人、ビアジオっていうキャラクターが出てくるんですけど、このキャラクターが私の一番のお気に入りです。この子はちょっと変わってて、風変わりな面白い男の子なんですけど、この子がいるからこそこの映画はここまで面白くなったんじゃないかなって思います。本当にいい味を出してる。めっちゃ優しい男の子で、めっちゃ面白い男の子なんですね。この子が私の一番のお気に入りのキャラクター。で、この映画は正直好き嫌いが分かれると思います。結構ね、評価も賛否両論で、最初にも言った通り、家出をして秘密基地を作るっていう、日常から逃げ出すような、えー状況、そういうのを描いたものなんですけど、レビューを読んでたら主人公の男の子がちょっと子供っぽすぎるとか、ダサいとか、痛いとか、そういう風に書かれたりしてたんですね。で、言ってることはわからんでもない。なんでかって言ったら、子供の時って、そういう風に、まあ大人になりきれない時期というか、周りにも当たってしまったり、自分だけの世界に入ってしまったりする時期ってあるじゃないですか。なので、そういうのも描いてる作品だからこそ、そういうレビューがあるのも仕方ないかなって思います。でも、個人的にはすごく好きでした。なんか、私もそういう時期あったなって思って。秘密基地とか友達と作ったことがある人だったら、絶対に共感できる場面とかあると思います。でも個人的には、親への不満が原因で家出を計画して、それを実行までするっていうのは、子供だからできること、大人になったらそういうのもできなくなっちゃうから、そういうのも子供ならではの魅力なんじゃないかなって思います。
映画ならではの魅力というか、私はすごく好きな作品です。もし見たことがある人がいたら、ぜひ私にも感想を教えてください。じゃあ次5つ目がスタンドバイミーです。これは、本当に有名なので、もう皆さん知ってる人、見たことがある人、たくさんいると思います。もう言わずもがな代表作ですね。青春映画の。私はもうね、この映画、なんでもっと早く見なかったんだろうって思うぐらい好きな作品でした。見たのがね、本当に数年前なんですよね。18歳ぐらいの時かな。もっと後かな。それぐらいに初めて見て、お父さんから早く見ろ、早く見ろって言われてたんですけど、私はね、これ見た方がいいよって言われたら、見たくなくなってしまう性格なんですね。なので、お父さんもそれをね、最近分かってきたみたいで、映画の魅力を伝えながら、でも言い過ぎたら私は見たくなくなっちゃうから、どうやって伝えるかっていうのをいつも試行錯誤してるみたいです。ちょっと話がそれたけど、私の映画好きはお父さんからの遺伝だと思います。で、このスタンドバイミーもお父さんから勧めてもらって見たんですけど、青春のお話ですね。4人の主人公、少年たちが死体を探しに冒険に出るお話なんですね。それだけ聞いたら、どういうことって感じだと思うんですけど、でもこれはただただ死体を見つけに行くお話ではなくて、その中でその4人が一人一人成長していく話なんですね。男の子4人それぞれに抱えている悩みとか葛藤とかがあって、そういうのもすごく細かく描かれてて考えさせられるお話でした。で、この冒険が終わって解散するシーンがあるんですけど、私はそのシーンがすっごくいつも見るたびに胸にジーンとくるんですね。わかるかな？友達と小さい頃に遊んで解散する時の感じ。なんか寂しい感じ。もちろんまた会える。明日になったら学校で会えるけど、でもなんかバイバイっていう寂しい感じ。あの感じがね、結構心に残ってますね。このスタンドバイミーで描かれてたのは、この冒険後の解散が子供から大人になるステップというか、この成長をやんわり描いてるのかなって私は感じました。で、この映画には原作の本があるみたいなので、これを読んでみたいなって思ってます。最近はね、英語の本をたくさん読んでるので、また今度英語の本のお話もしようと思います。じゃあこれが5つ目。次は思い出のマーニーです。これは日本の映画ですね。きっと私の動画を見てくれてる人はみんな日本語を勉強してくれている人だと思うので、ジブリって聞いたことがあると思います。スタジオジブリ。で、この思い出のマーニーもスタジオジブリの作品なんですけど、私はジブリの中でこの映画はトップ3に入ってます。私の好きな映画、後で一番好きな映画が出てくるんですけど、この思い出のマーニーは2番目に好きな映画です。で、この映画は実は公開された時にお母さんと一緒に試写会に当たったので、映画館に行って見てきたんですね。で、私はその時まだ子供だった。学生だったので、そこまでうまく考えることができなくて、なんかよくわからなかったんです、正直。結局どういうことだったんだろう、みたいな感じになっちゃったんですね。でも今大人になってから見返してみると、いろんなところに深い意味が隠されていたり、伏線が張られているというか、結構ね、私は好きな作品です。で、ちょっとあらすじを言い忘れてしまったんですけど、これは心を閉ざした少女アンナっていう子が、小さい町にやってくるんですね。そこでマーニーっていう女の子に出会います。で、この女の子は、なんとなく不思議な感じで、すごく不思議な雰囲気をまとっている女の子なんですけど、私は最初、
この物語をアンナとマーニーの恋愛のお話だと思って見てたんですね。っていうか多分私だけじゃなくて、結構たくさんの人が、この二人の恋愛の話だと思って見始めた人が多いと思います。本当に最後の最後になるまで、その二人の恋愛のお話だと思って見てたんですね。で、結局違ったんですけど、これ以上言うとネタバレになっちゃうので、気になる人は見てみてください。この二人の関係性を。二人がどういう関係だったのかっていうのが分かった瞬間にすごくびっくりしました。で、これはこの主人公の女の子、アンナが成長していくお話なんですけど、この子が一つずつ、一歩ずつ頑張って成長していく姿を見てたら、なんだか私も頑張ろうって思うようになるので、ぜひ皆さんにも見てほしい作品です。で、これはジブリなので日本語の作品です。なのできっと今日本語を勉強している人にもぴったりだと思うので、ぜひ見てみてくれると嬉しいです。そして次が7つ目ですね。これもジブリの作品です。これは魔女の宅急便、キキズデリバリーサービスだったかな、英語のタイトル。で、これが私の一番好きなジブリの作品です。本当に冗談抜きで小さい頃から何十回も見てます。今はもう忘れちゃったんですけど、セリフをあの頃は覚えてたんですね。家族で旅行に行くときに車の中で魔女の宅急便を見たし、家にいるときももちろん魔女の宅急便を見たし、で、魔女の宅急便のパズルも買ったし、本当に大好きな作品なんですね。で、これはタイトルからもわかるように、魔女の女の子のお話です。キキっていう女の子の、成長物語。小さい頃見たときは、ただね、魔女が楽しく飛んで遊んでお店をやってみたいなお話だと思ってたんですけど、大人になってから見ると、キキが成長していく姿っていうのがたくさん感じられて、私はそれがすごく好きでした。キキっていう女の子とジジっていう黒猫が出てくるんですね。その二人の友情とかもそうだし、キキが成長した後、ジジがどういう風に変わっていくのかっていうのも、ちょっと目を向けて見てみるとすごく切ない話でもあったり、やっぱり大人になるといろんな葛藤とか悩みとか結構一人で抱え込んでしまったり辛くなってしまったりする人が多いと思うんですけど、キキも同じで一人でたくさん抱え込んでるんですね。でもそれを見た周りの人とか周りの友達とか家族もそうだし、そういう人に支えてもらいながらうまく一人で生きていくんですね。で、これは私が大人になってから見た感想なんですけど、本当に自分自身も頑張って生きていこうって思えるし、周りの人に頼ってもいいんだなって思えるような作品です。小さい時なんて本当に空を飛びたいとか、私も魔女になりたいとか、そんなことしか思ってなかったんですけど、こんな風にね、小さい時の感想と大人になってからの感想、これが変わるっていうのもジブリならではの魅力なんじゃないかなって思います。これが7つ目の紹介です。じゃあ次が最後。これはあと1センチの恋、ラブロージーっていう映画です。で、これは私が洋画にハマったきっかけなんですね。私は、この話はまた今度、ポッドキャストでしたいんですけど、映画が嫌いだったんですね。今はこんな風に映画一本で、映画の話だけでポッドキャストを撮ってるぐらい映画が好きなんですけど、小さい頃は映画がリビングルームで着いた瞬間に自分の部屋に逃げるくらい映画が嫌いでした。で、なんであんなに嫌いだったか、今でもわからないんですけど、でも映画嫌いの私がたくさん見るようになったきっかけ、一つの映画です。で、これはロージーとアレックスっていう高校生の
女の子と男の子のラブコメなんですけど、この二人は幼馴染、小さい頃からずっと仲のいい友達でも友達以上恋人未満の関係なんですね。親友だけどお互い少し惹かれ合ってる。でも付き合ってはいない、恋人ではないんですね。そういうのを友達以上恋人未満みたいに表現してるんですけど、この二人はいつもタイミングが合わなくてすれ違ってしまうんですね。お互い好き同士なのに好きっていうタイミングがつかめなくて言えなくなってしまってお互い離れ離れになって大人になってしまう。でも何年経っても何が起きても大人になってもお互いを思う気持ちは変わらないんです。見ている私からすると早く好きって言いなよって思うんですけど、でも言えないのが恋愛ですよね。好きって思ってても好きって言えない。なかなかタイミングが合わなくてすれ違いする。でもこの映画を見てるとやっぱりタイミングってすごく大切だなって思うし、しかもそれだけじゃなくて、タイミングに左右されてしまうことはあるけど、結局はやっぱり言いたいことは言わないと伝わらない。思ってることがあるなら言わないといけない。好きなら好き。愛してるなら愛してる。そういう風に言わなきゃいけないなって、ちゃんと伝えたいなって思えるような作品でした。これがきっかけでラブコメにハマりましたね。ラブコメだけじゃなくて、洋画、映画、そういうものにどんどん足を踏み入れて沼に浸かってしまって、もう今では抜け出せなくなりました。で、この作品は私が大好きな女優さん、リリー・コリンズさんが主演をしています。で、俳優さん、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、この俳優さんもすごく好きな方で、本当にかっこよくて、二人のね、演技が切ないし、可愛いし、もう見ていてやめられない作品なので、ぜひ見てみてください。で、リリー・コリンズさんも本当に可愛くて、私はリリー・コリンズさんが出てる映画とドラマ、全部見たと思います。で、最近やってるエミリー・イン・パリスももちろん全部見ました。ついに最終シーズンが始まるみたいですね。皆さんももし好きな女優さんとか、好きな俳優さんとか、好きな夏の映画とかあったら教えてくれると嬉しいです。では今日はこんな感じで8つですね。8本の夏の映画をご紹介してみました。夏が舞台のものもあったり、夏が舞台っていうわけじゃないけど、夏らしさを感じる映画とかも紹介してみたので、ぜひ興味のある人は見てみてくれると嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画も楽しんでいただけているとすごく嬉しいです。では、いいなと思ってくださった方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。